ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ確認しながら丁寧に見ていきます。はい。では、重さを測っていきます。はい。残り、あと 256g です。あとちょびっとなんですが、果たして今日全部終わるでしょうか。はい。どうも、ジャンク高3ラボです。あと、残りですね。もうちょびっとなんで、残り全部ですね。確認できればと思っております。はい。もともとは 1.5 キロぐらいあったんですけれども、少しずつね、確認しながら見ていって、やっとね、あと、ちょびっとになりました。では、何が出るかな。また絡まってる。はい。よく出てくる。はい。この黒いキラキラ石です。素材を確認できるようなね、内包物なんかが見れる状態ではないので、これが何なのかっていうのはちょっとわかりません。ただね、この金具の方がですね、このくるくる回す、かなりね、古いタイプの金具なんで、年数が結構経ってるものなんじゃないかなと思われます。金具の方も、こんな感じでね、下地の、これどうなのかな、茶色い感じがもう出てますね。そういったお品物でした。では次行ってみます。次は何が出るかな。じゃあ、こんな綺麗なね、ペンダントトップです。はい。では、拡大して見ていきましょう。じゃあ、こんな感じのね、黒いカットされた綺麗なね、石がついています。はい。現状ですね、出てきたばっかりなので、こんな感じで、汚れもね、結構あるんですけれども、はい。この辺はね、洗浄すれば綺麗になるんじゃないかなと思われます。で、素材を示す刻印の方なんですが、こちら、反対側にして、こんな感じでね、探してみたんですけれども、それらしいね、刻印はありませんでした。なんとなくね、ちゃんと鑑別取んないとわかんないんですけれども、こちら、煙水晶なのかなと思われます。はい、そんな感じのペンダントトップでした。では、次行ってみます。次は、何かな。またあれなんかこれ、同じようなの出てきましたね。これさっきのやつなんですけれども、こんな感じの、形が、コマがね、全然違うんであれなんですけれども、似たような感じのね、黒いキラキラ石のネックレスです。せっかくなんで、2つ合わせて拡大してみてみましょう。はい。こんな感じのですね、なんでしょうね。黒いカットされた石がついています。よくね、このヤフオクのアクセサリーの中に入ってることが多いやつなんですが、こんな感じで綺麗です。はい。こっち側の金具はまだね、銀色してるんですけど、こっちの古い方はもう赤いね、下地が出ています。はい。そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何が出てくるか。じゃーん。こちら。はい。じゃあルーペで見ていきましょう。はい、ここですね。こんな感じ。真ん中のね、この金色の模様がとっても綺麗なペンダントトップです。はい。こちら、拡大して見ていきましょう。じゃーん。こんな感じでね、金色の、これもね、過去に何回も出てきている、伝統工芸みたいなね、技法を使った
薄い金をね乗せてこんな感じで表現しているペンダントトップです。はい。で、肝心の素材を示す刻印の方なんですけれども、ひっくり返してこう見て探したんですが、はい、残念ながらですね、素材を示すような刻印はありませんでした。はい、でも、まあ見た目とっても綺麗なので、でもなんか書いてあるな。はい、ちょっとね、うっすらなんで、ちょっとわかりづらいな。はい、ここになんかね、うっすら書いてあるように見えるんですが、ちょっと何なのかわかりません。なんか刻印みたいなのがあるんですけれども、かなり薄くて、なんて書いてあるかわかんないですね。はい。なんかシルバー G に見えなくもないんですけれども、ちょっとわかんないやつです。はい。では次行ってみましょう。次、じゃあこちら。じゃーん。この青い、メノのようなね、石がついたイヤリングです。はい。ではこちらも見ていきましょう。はい。こんな感じで、綺麗なね、青いね、模様がついている天然石と思われるね、この石がついたイヤリングなんですけれども、表面のね、この感じを見る限り、メノの仲間なんじゃないかなと思われます。こちらね、金具の方なんですけれども、残念ながらですね、素材を示すような刻印はありませんでした。何かしら天然由来のね、メノの仲間なんじゃないかなと思われます。はい。では次行ってみましょう。次。これ、さっきの金色のやつとそっくりですね。作りかそっくりです。こんな感じで。はい。綺麗なね、この金色のお花の模様が見えます。はい、じゃあ、こちらです。はい、こちらも拡大してみていきましょう。さっきより一回り大きいんでね、全体像がこう見やすくなっています。はい、こちらもお花ですね。こんな感じのね、タガネでちゃんと模様ついてて、綺麗なね、薄い金色が、見られます。外側のこの石がついているのは、おそらくですね、モゾ石とかガラス玉みたいな、人工的な素材だと思われます。はい。で、ひっくり返していますが、素材を示すようなね、刻印はありませんでした。でもこの金色のね、模様がとっても綺麗です。はい。では次行ってみましょう。次は、じゃあこちら指輪行ってみましょう。じゃーん。この指輪です。キラキラです。はい、こちら。じゃーん。これ、ゲージ棒です。指輪のサイズの方を見てみます。はい。だいたいね、13、ここですね。13と14。間ぐらい。だいたい14号ぐらいかな。のサイズになっております。はい、こちらです。はい、ではこちら。何かしらのね、なんか刻印らしきものが、この位置からでもちょっとうっすら見えるので、見ていきたいと思います。はい、反対側でした。なんかね、K22 って書いてありますけれども、はい。拡大してみてみましょう。はい、刻印こんな感じでですね、結構なんかいろいろ書いてあるんですね。で、ぐーっと拡大してみると、この辺ちょっとよくわかんないんですけど、なんか K22 って、見えるんですけども、その後にですね、また KGE って書いてあります。で、GE なんですけれども、多分ね、メッキのことだと思うんですが、E がついてるのは多分ね、
エレクトロプレイテッドとかそんなような意味だと思います。なので電気的にねメッキをかけたとかそんな感じの意味で打たれているのかなと思います。はい。で指輪のこのついてる石がですね結構綺麗なんですよね。こんな感じでちゃんとね爪で留められています。で表面のこの金色も実はですね結構いい感じでこんな感じで、細かいね傷なんかもあって、色のね感じとかもね他の安っぽいメッキに比べるとちょっといいやつなんじゃないかなと思われるね作りをしています。石の方がこれが一体何なのかと言われますとちょっとわかんないんですけれども人工的な合成した石なのかなと思われます。でも結構綺麗ですね。汚れとかそういうのはあるんですけれども綺麗にすれば綺麗なねファッションリング的な用途として使えそうです。こんな感じですね。はい、こんな感じで台に乗せてみました。はい、こんな感じで見るとね結構いい感じだと思います。そんな指輪でした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあこれはくっついてたのか。これとこれはまた別のものですね。はい。こんな感じの金色のネックレスですね。はい、ここになんか書いてあります。なんか書いてあるのと、あとこのくっついちゃうやつですね。このくっついちゃう金色の、ネックレスが出てきました。一つはとってもね、特徴がある作りです。こんな感じでね、くっついちゃう。昭和のね、なんか、健康磁石みたいなのがくっついてる、ネックレスです。素材を示す刻印の方が素材を示す刻印ではないですね。なんかよくわかんない刻印が書いてあります。プレートのところにアルファベットの P とエクスクラメーションマークがついています。で、実は前回の動画でも似たようなこの磁石のついたネックレスに書いてありました。このマークが一体何なのかはわからないんですけれども、昔流行ったんですかね、この磁石のついた金色のネックレス。こんな感じのお品物です。で、もう一つの方は、なんか別のね、刻印が書いてあるので、そちらを見ていきたいと思います。こんな感じの金色のね、ネックレスなんですけれども、こちら、引き輪の方に 5MCR と書いてあります。この反対側には、特に何も書いてありませんでした。この 5MCR というのは、一体ね、どんな意味なのかなというところなんですが、この MCR はおそらくですね、ミクロンの略だと思われます。つまり5ミクロンの厚さのメッキがされているよという意味だと思われます。そんな感じのネックレスでした。こっちなんかくっついちゃいます。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃーん。これ綺麗な感じのペンダントトップです。もう一つ出てきた。ではこれも拡大して見ていきましょう。じゃあこんな感じです。残念ながら
素材を示すような刻印はありませんでした。でこの左側のこの光の加減でね、反射が変わる独特な繊維状の模様が見られる方の石は、トラメ石、タイガーアイだと思われます。でもう一つはちょっとね、なんだか内包物の感じが全然見られないので、何なのかちょっとわかんないんですけれども、この雫状のね、よくあるタイプの、メノウなのかなというところです。ちょっとね、模様も何も見えない感じですね。そういったペンダント、落っことした。ペンダントトップでした。では次行ってみましょう。次は何か、結構ね、このさっきのペンダントトップみたいなのがいっぱいありますね。じゃーん。ちょっとまとめていってみましょう。この緑色の石と、これも緑色。結構これ綺麗な感じです。で、もうちょっとあるね。こんな感じの紫色のだとか。あとは、これもなんか似てます。さらに行くと、これもですね。天然石っぽいやつです。では、こちらですね。まとめて見ていこうと思います。まずは、この緑色の石から。こんな感じでね、とっても綺麗です。こちら線のね、なんか模様見られます。で、この辺をね、こんな感じで、光の反対側から撮影するとですね、透けて見えますね。これもメノウの仲間なんじゃないかなと思われます。で、こっちはちょっとよくわかんないやつですね。なんか、でも中にいろいろこう見えるので、何かしらの天然石なんじゃないかなと思われます。でももう一つこれもね、ちょっとね、なんていうんですかね、透明感がない、あんまりないやつですね。濁った感じの、緑色をしています。でも端っこの方ね、こんな感じでちょっと透けたりしてて、これもメノウの仲間なんじゃないかなと思われます。で、あとこの紫のやつなんですが、紫の方はね、結構、中のね、この内包物がなんかキラキラ見えたりしてですね、この辺はアメジストなんじゃないかなと思われます。で、素材を示すね、刻印の方なんですけれども、特にこう見てみたんですが、特に見当たりませんでした。そんな感じのね、ペンダントトップでした。では、次行ってみましょう。次は何か出てくるのか、結構この辺絡まっちゃってるんですよね。じゃーん。なんかこれ、見てください。こんな感じの、こっちがね、蛇の頭みたいになってて、こっちに石がついてます。じゃあ指輪出ました。この指輪の方を見ていきましょう。サイズはね、だいたい15号ぐらいかな。15号から16号ぐらいの間なんですけれども、少しね、開きがあるんで、どうなんでしょうか。では拡大して見ていきます。これね、蛇の頭みたいになってます。で、内側ぐるっと見たんですけれども、素材をね、示すような刻印はありませんでした。ただこんな感じで、下穴の方が開いていて、ちゃんとね、この爪で留めてあるデザインです。この赤い石がとってもキラキラしてて綺麗なんですけれども、こんな感じなので、おそらくですね、
模造石とか合成石の、なのかなと思われます。はい。ではね、さっきのこの台に置いてもう一度見ていきましょう。はい、この赤石とっても気になるんですけれども、まあなんかどうですかね、キュービックジルコニアみたいな感じなのかなと思われます。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次、この絡まっちゃってるのを、一つ一つですね、ほどいていかないとですね、全部が見えないかなというところです。なんかいろいろちょっと絡まりながらも出てきていますが、ちょっとこの辺出すのがもうぐっちゃぐちゃになっちゃってこんな感じですね。はい。では一つ一ついっていきましょう。はい。じゃあこちら、じゃーん。こんな感じの、はい。ブレスレットです。はい。ではこちらもね、見ていきましょう。はい。こんな感じのブレスレットですね。で、ここにね、なんか刻印らしきものが見えますので、拡大して見ていきましょう。はい。なんか書いてあります。ちょっと向きが逆なんで、クレメンツって書いてありますね。なんでしょうね。ちょっとごめんなさい。わかんないです。で、あともう一つ気になったのが、このパーツのところですね。ここにもなんか書いてあるんですよね。かなり小さいので、わかりづらいんですけども、この先っぽになんかね、すごいちっちゃく書いてあります。これも見ていきましょう。小さすぎてちょっとわかんないな。はい、向きはね、こんな感じなんで、拡大をもっとね、してみます。はい、かなり小さくね、こんな小さいところによく描けたなという、描けたというか脱刻ですね。刻印なので脱刻なんですけれども、こんなちっちゃいところにもう2行にわたって書かれています。こちら何なのかと申しますと、1/20となっていますが、こちらは20分の1という意味です。そしてその後ですね、ちょっと影にかかって分かりづらいんですけども、14KGF って書いてあります。14KGF というのは、14金のメッキなんですけれども、この質量に対して20分の1の、メッキを使っていると。14金をそんな使ってんのかなと思うんですけれども、メッキの中でも製品が比較的ちょっといいやつを使ってるよ的なイメージで、売っているお品物だと思われます。実際ですね、この金色のところがだいぶね、落ち着いた焼けたような感じをしています。なので安価なメッキ製品の金色とね、全然雰囲気違います。見てください。このお花の模様がついて、この葉っぱのところなんかもだいぶね、色がいい感じでなんか焼けたようになってますね。この落ち着いた感じの雰囲気が違います。ただ、貴金属製品と違って、なんかここから金が取れるかって言われると、多分そういったものではないと思われます。メッキ製品としてね、普通にメッキ買い取りとかそういうんであれば、対象になるんではないかなと思われるんですけれども、そういったね、いわゆる 1g 何万円とかそういうものではないと思われます。で、この普通のね、メッキと見比べた時に、こんな感じで、左側はさっきの金メッキのネックレスのチェーンです。はい。で、こっち側とね、比べると色の感じも違います。で、薄くね、純金を垂らしたような時のものがこちらです。はい。全然ね、金色の感じ違いますね。はい。
メッキ製品と、この20分の1、14KGF と書かれている製品の、色合いというのが全然違うというものです。でどちらかというと、この色合いを出すためにこういった落ち着いた感じを出すために作ってるのかなと思われます。はい。メッキ製品の中でもちょっと凝った感じのね、お品物でした。はい。ブレスレットなんでこんな感じです。はい。では次行ってみましょう。次はこう絡んでしまってるので、一つ一つ出していく感じですね。ちょっといつものように、飛び出す感じではいかないですね。ちょっと余計絡まっちゃいましたね。どうしようかな。はい。じゃあまたね、ブレスレット出てきました。こんな感じです。今度はね、オーソドックスないかにもな感じの、こんな感じの金色のチェーンがついてる、ブレスレットです。はい。では、見ていきましょう。なんか書いてあるのはここからでも見えます。はい、じゃあ。はい。コスモゴールドって書いてあります。このね、謎の刻印コスモゴールドなんですけれども、このヤフオクのアクセサリーの中で、いっぱい入ってる中をね、買ってみてみると、時々出てくるのがこのコスモゴールドです。コスモゴールド何なのかと言いますと、普通のメッキ製品なんですけれども、昔はね、何でもコスモって多分言ってたんですかね。ちょっとわかんないんですけども、コスモ星丸くんとか、万博にね、出てくるのもコスモですし、なのでコスモって流行ったことあったんですね。なので、これもゴールドにコスモをつけてコスモゴールドになったのかなと。よくわかんないものなんですけれども、時々見かけるね、メッキ製品です。はい、こんな感じで輪っかがくっついたタイプのチェーンになっています。はい、そんな感じの、これも昭和な感じがしますね。レトロな感じのブレスレットでした。では次行ってみます。次は、すごい絡まっちゃってて、このね、黒いまたキラキラ石が出てきました。キラキラ石ね、これすげえ長いやつなのかな。ちょっと絡まりまくってますね。どうしようかな。なんとかして取り出したいんですが、はい、こんな感じでもうごちゃごちゃになっちゃいました。1本ずつ取ったりですね、あとはこの引き輪とプレートをちゃんとね、こうやって取ってあげて、丁寧にやるしかないんですが、無理に引っ張るとですね、余計絡まっちゃって、二度と取れなくなってしまうので、はい。では、無難なところから取り出していきましょう。こんな感じのね、長い、さっきの黒いキラキラ石にそっくりなんですけど、今度は異様に長いのが出てきました。はい。で、金具の部分がね、このくるくる回すタイプなんで、さっきと同じで古いやつだと思います。はい。こんな感じでですね、すごい長いやつです。はい。では次行ってみましょう。次はもうこの相変わらずこの絡まってるのと、どうしようかな。ちょっとこの絡まってるのを置いといて次行ってみましょう。はい、じゃーん。これペンダントトップを1、2、はい、3つ取り出してみました。こんな感じです。これちっこいのが絡まってるところに、多分取れちゃったのかもしれないですね。このチェーンがこっちいっぱいあるんで、もしかしたらセットになってたものが取れちゃったのかなという、状態なんですが、はい、まずこちら。この黒いやつね、結構汚れが目立つんですけれども、
今日ね、一番最初の方に出てきたこちら。この煙水晶っぽいやつと見た目そっくりです。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。で、次はこの赤い明るい感じの色ね。これもなんかメノの仲間なのかなと思われます。で、そのお隣ですね。この辺ちょっと綺麗ですね。うっすらピンクがかった中に、内包物がね、こんな感じで見て取れます。はい、ローズクォーツとかなのかなと思われますが、何なのかはわかりません。で、素材を示す刻印なんですが、3つとも特に見当たりませんでした。はい。では、次行ってみましょう。次は、じゃあこちら指輪。じゃーん。はい。こんな感じの指輪です。はい、持った感じ。あんまりね、重さはない感じですね。重さはありません。では、サイズの方見てみますね。こんな感じで、だいたい12、3号。12号から13号ぐらいです。で、こちら。じゃーん。はい、いつも出てきますね。これ。ネオジム磁石というね、とっても強力な磁石です。これでくっつくかどうか試してみます。はい。じゃーん、じゃーん、じゃん。はい。釣れちゃいました。はい。これで、磁性があるということが分かったんですけれども、素材を示す刻印の方ですね。はい。内側についていましたので見ていきましょう。拡大してみます。はい、こちらです。ちょっと光の加減で見づらいんですが、Fine Steel と書いてあります。なのでFine をそのまま取ると、鉄で、純度の高い鉄という意味なんでしょうかね。100% の鉄なんでしょうか。ちょっとその辺わかんないんですけども、鉄らしいですね。はい。で、さっき磁石がついたんで、思いっきりつくわけじゃないんですけど、うっすら弱い感じでね、つく感じです。そんな鉄の指輪を発見しました。はい、こんな感じです。では次行ってみましょう。次ね、じゃあこの細かい、なんか、クロスのペンダントトップが出てきたんですけれど、素材を示す刻印などは、どうですかね。特にありません。はい。こんな感じのお品物となっております。真ん中にね、なんかが入っているんですが、これが何なのかわかんないです。はめ込まれてますんで、なんかの素材が入ってるんですけど、これなんかわかんない。で、この、なんていうんですかね、枠の部分は、特にね、刻印とかなんかあったんですよね。こうやって見たんですけれども、はい。何も見当たりませんでした。はい。こんな感じのペンダントトップです。では次行ってみましょう。次は、ちょっとね、この絡まりをね、なんとかしないと先にやっぱ進めないですね。はい。ではちょっと集中して絡まりの方を取っていきたいと思います。はい。その前にこれが取れた。じゃーん。なんか書いてある。はい、ここです、ここ。はい、ここになんか刻印らしきものが見えるんですが、こちらなんでしょうね。はい。こちら刻印の方はですね、メーカーというかなんかブランド名などを示すようなね、刻印がありました。で、これこんな感じで、チェーンがついたね、ものと、あとこの針とんがってる画鋲みたいになってるところを、こんな風にくっつけてね、使う、タイタック
と呼ばれる製品だと思います。ネクタイに穴を開けて、こう刺して留めるやつですね。はい。そういったお品物だと思われます。では次行ってみましょう。次行ってみるというか、このチェーンを絡まってるのを取らなければいけないので、一つ一つですね、大きなところから外していきたいと思います。はい、これがうまく取れました。こんな感じのね、チェーンです。はい、こちらも見ていきましょう。なんとなくですね、こちらのさっきのクロスペンダントとこんな感じで通すと、チェーンの太さとか、あとこのパーツのね、この間の空間とかを考えると、これで揃ってるのかなというような感じです。なのでくっつけてしまいましょう。サイズ感としては、こんな感じなのかなというところです。はい、では次行ってみます。はい、こちらまずはね、どこから行くかということなんですが、この絡まりがもう細かすぎてどうにもならないので、取れそうなね、大きなものを先に取ってから考えようと思うんですけども、はい、これがうまく取れそうです。はい、取れました。はい、また黒いね、石が出てきたんですけど、ちょっとね、違うのも入ってるようです。こんな感じのね、キラキラのペンダントネックレスです。こちらも見ていきましょう。はい。では、刻印の方を探してみましょう。引き輪の方に、拡大してみたんですけれども、特に素材を示す刻印はありませんでした。はい、こんな感じのペンダントネックレスです。では、次行ってみましょう。はい。次はもう相変わらずめっちゃ絡まってますんで、どうしようかな。この辺を救出したいところなんですが、ちょっとこれだと全然次に行けないですね。どうしよう。絡まってます。はい、やっとなんか1個取れました。で、これ、イヤリングなんで1個しかないんですけど、まだ出てくるかもしれないので、一旦こちら保留です。はい。ではチェーンの方をですね、こんな感じで広げて、絡まりを落としながらですね、見ていきます。はい。ここまでぐちゃぐちゃに絡まっちゃうとなかなかね、取れないんですけれども、1本ずつ丁寧にやっていけば取れるはずです。はい、取れてきました。こちら、はい、じゃあ1本取れました。はい、あとこちらですね。はい、このキンキラのね、ペンダントトップが取れました。こんな感じです。はい。今日これで3個目ですね、このキンキラのやつ。金がね、薄く乗せてあるようなデザインのものなんですけれども、枠の方はやっぱりね、この製品の特徴として、枠の方に素材を示すような刻印がなくて、これはメッキなんだろうなということです。はい、そんな感じ。この伝統工芸のようなものを発見いたしました。では引き続きこの細かいねチェーンの方を外していこうと思います。今日ね前半にペンダントトップがたくさんあったので、多分ねそちらとこれもともとセットだったんじゃないかなと思われます。全部ね外れちゃって、こんな感じで絡まっちゃったんでしょうね。はい、こちら2本目ねなんとか救出することができました。あとこのもうちょっとなんですけれども、これずっと見
で、1本ぐらいね、なんか金とか銀とか出てくれば嬉しいんですが、ちょっとね、今のところは見当たらない感じです。はい、めっちゃ絡まってるのが大変ということが分かりました。はい、3本目ね、なんとか取り外すことができました。引き続き、これ4本目いきましたね。はい、じゃあ5本目なんとか取り出していきたいと思います。このね、めっちゃ絡まって、もうこんな絡まっちゃってたらね、もういつも大変なんですけどね。はい、これで6本目かな。で、あとちょっとですね、あとちょっとでこの絡まり地獄から抜け出すことができます。最後、あとは何本だろうな、2本ぐらいあるのかな。ちょっとね、絡まっちゃってて、あと何本残ってるかもわかんないんですけども、こちらを取り除けばですね、いいんじゃないかなと思って、なんか刻印があるのが1個出てきましたね。これなんか刻印がある、見えます。はい。で、あともう一つね、取れました。で、最後、ここら辺ですね。これがちょっと、かなりすごい絡まり方になっているので、はい。なんとかですね、すべて無事に取り外すことができました。では見ていきましょう。こんな感じのね、金色のチェーンですとか、銀色のチェーンですとか、何本かね、絡まってたのやっと取れました。で、ずっと見てるんですけど、残念ながらですね、金とか銀とかそういったものは見つかりませんね。で、これ1個だけなんか、刻印があったように見えたんですけど、こちらですね。これなんか刻印書いてあるんですよ。18K GF って書いてありますね。はい。GF はメッキだと思うんですけれども、でも 18K って書いてあるのになんで、これ銀色なんですかね。ちょっとその辺はよくわかりません。で、あと、こちらですね。ここに 316L って書いてあります。この 316L はね、ステンレスの種類を表す記号だと思われます。はい。なので、他のとちょっと色違うんですね。で、こんな感じで、多分キュービックジルコニアみたいな、合成された石をね、こんな感じで留めたペンダントがついています。あともう一つこちら。これ綺麗ですね。これはね、貝をはめ込んだね、ペンダントトップだと思われます。こんな感じでね、独特な天然由来のね、青い、緑色の、あと紫も入ってますね。混ざった感じの、はい、貝の内側なんでしょうか、外側なんでしょうか、ちょっとわかんないですけども、こういった綺麗なものがついています。はい。なんとかね、すごい大変だったんですけれども、絡まりをほどくことができました。はい。では、これで無事にね、次に進むことができます。はい、もう絡まないようにね。絡まないようにじゃ、絡まらないように。はい。では次行ってみます。次ね、こちら、じゃーん。これね、今、取れたやつです。これもね、謎の黒いキラキラ紙がついている、はい、こんな感じのね、クロスのペンダントネックレスです。こちらも素材を示すような刻印は特に見られませんでした。はい。では次行ってみましょう。次です。次。はい。急にね、なんか探しやすくなった。じゃーん。こちら。なんだろう、これ。これは。はい、ブローチですね。じゃあ、この石がちょっと気になります。なんか後ろに書いてある。はい、ではこれを見ていきましょう。このブローチについている石が何なのかちょっとわかんないんですけど、こういうね、まっすぐな線のね、
模様とグラデーションみたいなのが見られます。で、表面のね、この傷が多分ね、中でぶつけたりなんかして傷になっちゃったんだと思うんですけど、この傷の入り方がちょっとガラスっぽいのが特徴です。なのでこういう模様の何かしらの作った人工的に作られた石なんじゃないかなと思われます。で、裏側こんな感じでね、腐食が見られたりする結構古いねお品物なのかなと思われます。ちょっと石の方が分かればもうちょっと面白かったのかなというところなんですが、はい、こんな感じのねちょっと古い感じのブローチでした。では次行ってみましょう。次はじゃあ何言ってみようかな。じゃあこちらじゃん。はい、こんな感じの指輪で、ここにねワンポイントなんかついてます。はい、じゃあではね、はい、ゲージ棒でサイズの方をねこんな感じで見ていきます。はい、だいたい12号ぐらいですね。はい、でここにねワンポイント何か石がついてます。黒いねカットされたちょっとキラキラした感じの石がついていて、内側になんか刻印がですね、これ過去の動画にも出てきてるやつですね。このなんとかアダマスって書いてあって、アダマスの語源がこちらですね。なんとかアダマスって書いてありますね。このなんかダイヤモンドみたいなマークの横にこう書いてあるんですね。で、この素材はね、ちょっとわかんないです。この色がついたね。素材を示す刻印はないので、だけどこのなんとかアダマスの語源がね、ダイヤモンドのことなんですね。なのでこのちっちゃなね、ここについている、この黒いね、キラキラの小さな石、これブラックダイヤなんじゃないかなと、思われます。一応ね、簡易的なテスターがあるので確認してみます。はい。では、ダイヤモンドのこの簡易テスターで検査の方をしてみます。あれ？ちょっとね、反応がすごい弱いですね。ダイヤとかではないのかもしれません。カットの方は結構綺麗なんですけれども、なんでしょうね、反応が中途半端になってたので、もしかしたらですね、ダイヤモンドとかではないのかな。過去の動画の経験上ですね、このなんとかアダマスが出た時は、ダイヤだったんですけどね、あれ一応反応するようになりましたね。今軽くね、こう、表面を磨いてみたんですけれど、汚れで反応しない時もあるんで、なんかでもちょっとすっきりしない反応ですね。でも、結構、はい、綺麗にね、反応するようになりました。なので、大丈夫なのかなという、なんかちょっと中途半端なんですけれども、私の、予想というか、見立てでは、ダイヤモンド、ブラックダイヤですね。黒いちっちゃいダイヤモンドがこうついてんのかなというお品物です。はい。こんな感じでね、磁石はつかないです。ただ素材を示す刻印がないのと、あと、過去の出てきたね、この似たような製品でも、多分、ステンレスみたいなやつなのかなという印象でした。指輪なので、ちょっとですね、こんな感じで置いて、撮影してみます。はい、こんな感じですね。この黒いね、すごいちっちゃいんですけれども、ワンポイント石がついておりまして、これ、
が、まあ多分なんやかなというところです。はい。そんな感じのですね、お品物でした。では次行ってみましょう。次。じゃあこちら。じゃーん。はい。フクロウさん出てきました。フクロウのね、ペンダントトップです。はい。素材を示す刻印は、このパーツのところには何もありませんでしたが、この素材ですね。素材の方がどうやら別個なんじゃないかなと思われます。はい。拡大してみましょう。これ、フクロウさんのレリーフが彫ってあります。綺麗ですね。で、この素材ですね。素材が、過去に出てきたね、別個製品と、見た感じそっくりです。はい、この明るい部分ですとか、黒くなっている部分ですとか、こちらがね、別個製品に似てますので、貼り合わせが一般的だと言われてるんですけれども、裏から見るとこんな感じでね、透き通って見えます。はい。そんな感じの別個と思われるですね、素材のペンダントトップになります。はい、こんな感じです。はい、次行ってみましょう。では、こちら。じゃーん、この綺麗なやつね。はい、これね、日本の蒔絵だと思われます。はい、では見ていきましょうね。拡大してみるとこんな感じです。とっても綺麗な細かい模様が入ってて、で、このちっちゃいね、この三角のところ、これもこんな感じで光ってるんですね。なので、螺鈿なのかなと思われます。はい、蒔絵になってますね。この辺なんかね、金色の、金継ぎみたいな色がついてて、螺鈿みたいなのが入ってて、綺麗なね、日本の模様、螺鈿細工、それから蒔絵ですね、になってるのかなと思われる、そんなペンダントトップでした。では次行ってみましょう。次ですね、次は何かな。はい、じゃあね、これ、ちょっといっぺんにね、これ、あった。はい、これ反対側ね、見つかりました。このね、天然石っぽい玉がついたイヤリングです。はい、こちらも拡大して見ていきましょう。これもね、なんかアメジストなのか、なんかわかんないんですけども、天然石のね、特徴のある内包物が確認できるお品物です。で、素材を示す刻印の方は、こちら金具の方にはありませんでしたが、天然石のなんかパワーストーンみたいなね、玉がついています。はい、では次行ってみましょう。次はね、もうこの辺ちょっと似たやつはまとめて見てみようと思います。はい、このペンダントトップね。じゃーんじゃーんじゃーん。これいっぱい入ってますね、これいっぱい。ちっちゃいのも入れてこんな感じです。じゃーん。はい。ではこれ綺麗にね、並べて見ていこうと思います。こんな感じなんですけども、1、2、3、4、5。で、このすごいちっちゃいのも入れると6個ね。はい。では順に見ていきましょう。手前はね、さっきも出てきた明るい感じの赤いメモみたいな玉がついています。隣は、なんでしょうね。アメジストなのか、合成石のカットしたやつなのかちょっとわかりません。で、こっちはなんとなくクォーツっぽいね、うっすらなんか、中にね、内包物みたいなのが見えそうなクォーツっぽいやつです。紫なんで、アメジストなのかな。そんな感じです。で、これはなんかメノっぽいやつ。そして、このミルキーなやつは、
なんでしょう、ローズクォーツなのかな。で、最後ね、このちっちゃいね、紫色のペンダントトップがあります。はい。で、このちっちゃいやつがね、一応一番内包物を確認できるのかな。はい、こんな感じです。幻想的な紫色の中に、こんな感じでね、内包されるものが見られます。はい。素材を示す刻印のようなものがあるのかとひっくり返して見てみたんですが、特に見当たりませんでした。はい。そんな感じのね、ペンダントトップでした。はい。では残り少なくなってまいりました。次行ってみましょう。次は、じゃあ指輪。じゃあ、これなんかそう、似たような、作りがほとんどそっくりなのかな。はい。でも微妙に石のサイズは違いますね。この指輪の方を見ていきたいと思います。はい。サイズの方はですね、だいたい13号とあと11号ぐらいかな。はい。そんな感じの指輪です。ついてるこの紫色の石がさっきのペンダントトップに出てきたようなね、はい、石がついてます。どうなんでしょうか。こちらアメジストなのか、そして素材を示す刻印の方がありますが、ちょっと半分消えかかったようなね、刻印になっちゃってます。で、こっちは G シルバーってなってますね。G シルバーの方は、銀とかはシルバーって書いてあるんですけど、取れないやつです。はい。こっちもね、消えかかっちゃってる方もよーくね、ルーペで見ると G が見えますね。はい、そんな感じの。でもついてるね、この玉が、石がね、綺麗です。紫色のね、アメジストのパワーストーンみたいなやつがついてます。はい。では次行ってみましょう。ちょっと待った。指輪なんで。こんな感じです。はい。では次行ってみます。なんだこれ。これは指輪で、あともう一個。なんか変な大理石みたいな模様ですね。こんな感じのなんか雫のペンダントトップ出てきました。で、指輪の方がこちら。はい、なんか刻印が見えます。ではまずペンダントトップの方から見ていきましょう。はい。拡大するとこんな感じです。はい、なんか赤い部分はジャスパーみたいに見えるんですけれども、他にもね、すごいいろんな模様が見られます。これは何なんでしょうか。ちょっと大理石みたいになってますね。はい。天然石だと思われるんですが、なんて名前なのかがちょっとわかんないです。はい。そんな感じのペンダントトップでした。で、指輪。次はね、この指輪の方を拡大して見ていきます。はい。刻印の方ね、見つけたんですけれども、K18GF って書いてあるので、GF はゴールドフィールド、メッキのお品物だと思われます。はい。では残りね、あれなんだこれ。なんか、なんだろうな、これ。なんかのなんか切れ端みたいなの入ってますね。あとなんか玉だけなんか取れちゃった白い玉があるんですけれども、これは普通の模造パールだと思われます。で、あとこのもう一つね、なんか謎の、これ見てください。この中にね、ちっちゃいなんかキラキラのね、ちっこいのがいっぱい入ってるんですよね。これちょっと気になりますね。この中身が何なのか。そしてあとなんかね、いろいろ入ってるんですけど、なんかゴミみたいになっちゃってますね。ちょっとわかんない。なんか汚れなのか。あとなんかもう一個あったな。
はい。こんな感じの青いね、綺麗な石ついてます。はい、じゃあこれから見ていこうかな。はい、こんな感じです。なんかこれはこれで綺麗なんですよね。じゃあ、こんな感じの。はい、独特な青いね、これなんだろうな。なんかよくわかんないけど、カットされた石がついてますで、かなり汚れてまして、まあちょっと状態は良くないですね。で、うっすらね、この金色が剥げたようになってますんで、まあおそらくメッキ製品だとは思われます。この青いのが気になるんですけれども、こうやって見ると綺麗ですね。なんですかね、ちょっとわかんないです。ただメッキ製品に止められているので、まあ、なんだろうな、なんか変わった石とかではないと思われるんですけれども、素材の示すね、刻印の方は見当たりませんでした。で、あとこの切れ端ですね。これなんでこの切れ端だけ入ってんだかさっぱりわかんないんですけれども、まあ一応ね、はい、こちら、じゃーん、これね、試金石です。はい。古代より、人類が、まあ、金とかね、銀とかそういったものをね、見極めるために使っていたと思われる。この試金石を使って、この謎の切れ端の素材が一体何なのか、はい、見ていきたいと思います。まずはこんな感じでですね。はい。やっとこでこう掴んで、試金石にこんな感じでこすってね、見ます。で、こすると、この削り跡がこんな感じでね、つきます。はい、これね、これが削り跡です。削り跡の感じはですね、結構ね、いい感じで綺麗にね、乗ってます。はい。でもこの段階では何なのかわかんないんですけれども、先にね、この磁石の方をつけてみますね。はい。じゃーん。これつくかな。あれ、磁石は特につきませんでした。はい。で、簡単にね、テスターの方をつけて、素材をね、何なのか、ちょっと確認してみます。これテスターです。はい、ちょびっとつけました。はい。このテスターをつけると、この削り跡がですね、変化します。はい。削り跡の方は、こんな感じで、消えてしまいました。これね、さっきの削り跡です。で、これがつけたところなんですけど、消えてしまっています。はい。では今度は直接つけてみたいと思います。こっちですね。はい、こんな感じで直接つけてみます。はい、こんな感じでテスターのをつけたところね、若干緑色のね、変化した反応が見られます。で、この切れたね、断面のところ、結構ね、最初見た時あれと思ったらいい色してるんですよね。なんとなく金色っぽい薄いね、黄色っぽい感じです。で、これ、反応の結果を見たり、あとは試金石のこの削ったね、感じを見ると、これはおそらく真鍮のようなものだと思われます。真鍮のようなパーツに、銀色のメッキをされている状態の、部品なのかなと思われます。なんでこの切れっ端がここに入ってるのかちょっとわかんないですけども、そういった、真鍮っぽいやつですね。はい、多分真鍮だと思います。はい。では、最後ですね、この謎のね、なんか、キラキラが入ってるやつを見ていこうと思います。はい。では、拡大して見ていきます。こんな感じで、中にね、なんか、結晶みたいなのがいっぱい入ってます。とっても綺麗ですね。このコインのワークみたいなやつの中にいろんなのが入ってるんですね。
で、私の経験上ですね、このコイン枠みたいな透明のね、やつの中に、金のね、ナゲットちっちゃいの入ってたことあるんですけれども、これもなんか、いいやつが入ってるんじゃないかなと期待してるんですが、ここなんか刻印があります。これもちょっと見づらい、すごいちっちゃい刻印なんですけども、あれ、向きが逆ですね。はい。はい。こちらね、缶のパーツと元々の根元のパーツと両方ちゃんとね、刻印打ってあります。で、今日出てきた20分の1の 14KGF って今日さっき出てきたんですけれども、こっちは20分の1、12KGF ってなってます。なのでメッキの製品なんでしょうね。金張りというか、メッキというか、12K の、針みたいになってる素材です。で、これ真ん中ね、ちょっともっと拡大して見ると、うっすらね、ちょっと緑色の出てるんで、そういう腐食が見られるということです。メッキがかかったこの色の感じは、今日出てきた 14KGF の落ち着いた感じのブレスレットの色に似てます。で、気になるのはこの中身ですよね。この中を取り出したいということなんですが、これ実は開閉できる仕様になってます。ここね、マイナスドライバーで回すとネジみたいになってくるくる回って、この部品が外せる仕様です。はい。では、外していきたいと思うんですが、これはすごいちっちゃいやつなんですよね。はい、じゃあ、この精密ドライバーのマイナスのやつです。で、これをね、こんな感じでですね、この隙間に入れていきます。で、これを回すと、くるくる回すとですね、これ、メガネの、なんかネジに似てますね。ちっちゃいところが。はい、そんな感じのものなんですけれども、これでネジ取れました。で、ネジを取って、そしてこの枠ですね、コイン枠と一緒で、こんな感じで綺麗に外れます。はい。ちょうどクォーターぐらいなのかな。アメリカのコインのクォーターサイズっぽいですね。で、これ取ることができました。あとは開けたらバーって出ちゃうんで、ちょっとここでね、開けてみたいと思います。はい、この上でね、開けてみます。なんかバーって出ちゃいましたね。はい、こんな感じです。これは何なのか。綺麗なんですけれども、どうなんですかね。ちょっとこのカットの感じと、あと結晶構造ですね。六方象形だったかな。柱状、柱状のね、結晶なのかなと思われるようなものも見られます。はい。水晶クラスターのようなものも似たような感じには思えるんですが、ここね、黒いのこれ内包物なのかな。この辺もなんか素材のなんか特徴を示すようなね、黒い内包物のようなものが見られます。はい、密閉されていたので汚れとかではないと思うんですけれども、こんな感じの綺麗なね、謎の、クラスターのようなものが出てきました。で、これをね、さっきのダイヤモンドのとりあえずテスターをちょっと、試してみたいと思います。はい。で、これ、お皿ですね。塩水をひっくり返したような水掘ってありますので、ここにこの粒をなるべく大きいやつを一つね、こんな感じで乗せてみます。これ乗せました。で、ここにテスターを使ってつけてみる
と、はい、特に反応は、でもね、なんていうんですか、うっすらゆっくり進む感じですね。ゲージがこうビューって動くと、ダイヤモンドですよっていうことなんですが、ゆっくり上昇する弱い反応です。はい、熱の伝わり方が、ダイヤモンドとは違うよっていうことなんですけれども、ゆっくりこう反応するのは、なんでしょうね、熱伝導率が微妙になんか高いというか、わりかし、ダイヤほどではないんですけども、ちょっと高いやつということになります。で、透明で内包物もあって、で、よく取れるものというと、クォーツなのかなという印象なんですが、一応ですね、はい、他にできることといえば、蛍光性のこの、はい、紫外線を当てる検査なんですけれども、蛍光性反応はこれ見るとないですね。はい、蛍光性反応は見られません。ダイヤモンドのテスターも反応しません。じゃあこれは何なのかと言いますと、ちょっとわかんないんですけども、多分ね、クォーツとかなのかなと。でもこれ二重になってる。これ結構面白いですね。これ人工的になんか成長させたものなのか、何なのかわかんないんですけども、何かの結晶なのは間違いないです。はい、こんな感じでね、カットも結構、なんていうんですかね、鋭くて、キラキラ感が出るやつなんですよね。この謎のね、ものが一体何なのか。ダイヤモンドのね、原石なのかなとかって期待したんですけども、そういったものではね、なさそうです。ダイヤであればダイヤモンドのね、テスターに反応するはずなので、これが何なのか。でもね、これ成長させて、こう、なんていうんですかね、できたものだと思うんですよね。この横からも、なんか生えてきた感がありますので、ちょっとこれごめんなさい、わかんないんですけども、謎のお品物ということになります。はい、水晶クラスターっぽいっちゃっぽいんですけども、そうだ、それで、ここね、この辺のやつはね、独特な内包物が見られるんですね。で、この黒いね、感じも最初ね、ダイヤのカーボンスポットかなとかって思ってたんですけども、どうやら違うようです。はい、これね、黒い、何かはわからないのですが、内包物がね、見られます。はい。この辺見るとなんか天然由来なのかなと思われるんですけれども、何なのかわからないという、非常に中途半端なね、状態なんですが、でもキラキラの感じは本当綺麗なんですよね。これはちょっと鑑別を取ってみないと、これが何なのかわかりません。はい。そういったお品物でした。で、今回これで全部ね、1.5 キロぐらいだったかな。一旦これで全部終了です。はい。綺麗に終わりました。はい。では、この今日ね、綺麗に一つ一つ確認したものを、はい。こんな感じで今日ね、謎のこのルース、原石のようなものが入った、このコイン枠みたいなやつと、あとこちら、こんなね、これはマイナスドライバーなんですけど、こんな感じで、たくさんのね、アクセサリーを見ることができました。で、この黄色のね、やつが結構特徴的なのと、天然石系ね、綺麗です。あとはね、個人的に気になったのはこの謎のなんか大理石っぽいやつね。
これも何なのかよくわかんない。それからこの14か。14KGF20 分の1っていうね、すごい細かい刻印がこんなちっちゃいところに売ってあって、まあ、謎のじゃないや、かなり精度の高いね、加工をして、ここに売ったんだと思うんですけども、こういったね、色合いが独特な、まあ、このブレスレットですとかね、そういった、お品物でした。はい、じゃあ、こんな感じです。あと、この指輪ね、指輪が出てきました。はい。ではですね、こちら。はい。で、これがね、今までずっと続けてね、一つ一つ見てきたものの、まあ、集合ですね、集まりです。こんなね、いっぱい、これですね。じゃあ、こんないっぱいあったんですね。で、これと、まあ、今回取れた、こちらね、この部分が、全部でね、はい、こんな感じです。はい、これが今までね、ずっとやってきた発掘実況で、まあ、1.5 キロだったかな、総量。今までずっと、まあ、何回かに分けて、こう、検品してきたものになります。で、今日がこちら。はい。ということになりました。今回のね、まあ、特徴としましてはですね、まあ、天然石系が結構、パワーストーンみたいなやつがね、多かった気がするんですが、まあ、残念ながらね、金とか銀とかっていうのは、もうほとんどなかったですね。銀の方がまあちょびっとだけね、入ってたっていうのがあったんですけれども、まあそういった感じの、お品物でした。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていこうと思います。もしよかったら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。